皆さんこんにちは。Speak Japanese Naturally Podcast のふみです。今日は漫画の読み方についてお話しします。漫画に興味のない方は、漫画って思うかもしれないんですけど、漫画ってオノマトペとか、あとは文化的なことを勉強できます。なので、もし読んだことがない方も、漫画に興味がない方も、今回だけでいいので付き合ってもらえると嬉しいです。実際のその漫画を見せながら説明します。なので、今日のエピソードは画面が見れる環境で聞いてもらえるといいと思います。日本の漫画で海外で有名なのは、だいたい子供向けのが多いのかなって思います。ただ、日本には大人向けの漫画も多いんです。で、例えば、これ。私が台湾に行こうと思った時に買った漫画です。美味しい台湾って書いてあります。で、この人が台湾に行った時に食べたものとか、旅行の話が書いてあります。で、あと、これは、白山平泉寺物語なんですけど、歴史漫画ってある通り、歴史が漫画になってます。で、これは私が、神道と仏教に関する動画を作った時に、その話をする時に撮った風景が、この白山神社のものでした。で、これはその白山神社のお土産屋さんで売っていた本です。で、こういう歴史が勉強できる本です。これ参考になりました。そしてこれは、鳥の生活。その辺にいる鳥がどういう生活をしているのかを書いた本です。これはカワセミの動画を作った時に役に立ちました。で、これはね、振り仮名が振ってあります。あと、こっちも実は振り仮名があります。あと、これも面白かった漫画です。これは日本語教師が主人公の漫画で、学習者のいろんな間違いから、日本語について勉強できる本です。これ日本人向けなんですけど、これもね、振り仮名が全部振ってあります。久しぶりに引っ張り出してきたら面白くって、また読んじゃいました。こういう大人向けの漫画もたくさんあるので、もし日本語の本を読みたいけど、ちょっと難しそうっていう人は、こういう漫画から始めるっていうのもいいかもしれません。漫画なんですけど、漫画はこっち、本のこっち側からスタートします。普通は縦書きなので、こっちから開けます。横書きの本はこっち側からこう開きますね。英語の本とか。でも、漫画はだいたいこっち側から開けていきます。では、漫画の中を見てみましょう。この漫画を読んでいきます。タイトルは、ミーナ。これどういう意味かは中を見ればわかります。では最初のページです。これ。縦書きの漫画は、ここ、右から読み始めます。で、これをコマと言います。1コマ目はここで、2コマ目はその横、左側になります。右から左に読んで、その後下に行きます。なので、これ、僕は山田裕貴、平凡な高校1年生。平凡なっていうのは、普通のってことです。何も特別なことがないって意味です。で、これ、ふわー。もう早速、オノマトペが出てきました。ふわーっていうのは、あくびをするときのオノマトペです。ふわーって。
表します。変わらない日々を過ごしていた僕の前に突然現れた。そしてここ行きます。変竹林な生命体。これは、変竹林っていうのは変ってことです。それを変竹林っていう言い方もします。で、生命体はなんか生き物ってことですよね。で、それがこう、むく。これもオノマトペですね。むくっていうのは何かがこう、出てくる感じですね。むくって出てきて、それが、ミーナなのだって書いてあるんですけど、これの名前がミーナなんですね。じゃあ2ページ目。はい。どこから読みますか？ここですね。右上から始まります。で、ここから、こう、左に行って、下のコマに行って、そして下の中では右から行きます。右、左、そして下、左。こうですね。で、ミーナとの出会いは1週間前の朝に遡る。遡るっていうのは戻るってことです。つまり、1週間前に会ったということです。で、ここにピピ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 ってある。これはアラームの音です。で、ここでむぎゅ。むぎゅっていうのは何かを潰してしまったような音です。でむぎゅって潰れて、したら、この子がいたわけですね。で、ここだけギャーって横になってます。でも、こう横になってる場合はもちろん、横書きの場合は左から右に読みます。で、ここは左から右なんですけど、こっちはまあ普通は何？どうしたの？の順ですね。で、どうやらミーナは他の人には見えないらしい。自分以外にはこれが見えないみたいです。これ母、お母さんなんですけど、お母さんには見えてない。で、ここはびっくりしたわ、突然叫ぶから。で、どうしたのって言って、ここだけはここに何でもないって上に戻ってますね。こういうこともあります。でもまあ普通は上から下ですね。で、これがみとな、み、なって言ってるんですけど、みとかなとしか言わないので、みなと名付けてみた。みとなしか言わないからみーなって名前にしたってことです。なんて思っていたら、ここですね。なんて思っていたら、味噌汁飲みなさいって言われて、うえー、飲んでみーなってこの子が言ったんですね。で、この、びっくりマーク、これびっくりマークって言うんですけど、それとこのクエスチョンマーク、これ両方合わせて、何？みたいなびっくりした時に使うマークです。で、命令形は喋れるらしい。変なやつってあるんですけど、さっきのね、ちょっと戻ります。この、飲んでみな。まあ、ここ飲んでみーなって伸びてますけど、これ、飲んでみなってことです。で、何々してみなっていうのは、試しにやってみなよっていうことです。だから、味噌汁飲みなさいで、うえーって、嫌だってことですけど、飲んでみなよって言ってるわけですね。で、まあ、飲めっていうのが命令だとは思うんですけど、何々してみなっていうのも広い意味での命令形ですね。で、命令形は喋れるらしい。で、何か起こるかと思ったけど、何も起こらず1週間。僕の人生って平凡だ。はあ、はあってこれ、何の音かわかりますか？ため息ですね。はあ、なんか嫌なことがあったりとか、そういう時につくのがため息。それは、はあ。で、こっちはドンってあります。このドンっていうのは、なんかぶつかったような音です。こう何かに体がぶつかる。この場合は、この
主人公の子がこの女の子にぶつかったわけですね。で、女の子がキャッって言いました。で、鈴代さん。鈴代さんって名前ですね。でこの子がすみません。ぼーっとしてて。じゃあ。はい。そしたらミーナが謝ってみな。謝ってみーなって言いました。なんで、この子はこちらこそすいませんって言ったのかな。そしてここでボソッと可愛いと言いました。ボソっていうのは小さい声で言うことです。大きい声で可愛いって相手に言ったわけじゃなくて、独り言で可愛いって言ったのがこのボソからわかります。で、このびっくりマーク。このミーナが気づいたんですね、何かに。あって感じで気づいた時に、このびっくりマーク使います。そしたらミーナが、告白してみな。って言ったわけですね。告白してみなよ。告白するっていうのは、相手に好きですっていうことです。日本の場合、付き合う前に、結構相手に好きですっていうことが多いです。学生は。大人になると、大人でもそういう告白から始まることも多いかもしれません。でも特に学生の間は、友達同士で、あの子のこと好きなのとかって言って告白しなよとかいう会話がよくあります。で、この場合、んじゃって書いてありますね。そんなんじゃ。そんなんじゃないって言おうとしたわけです。でも、ここで、ミーナ相手に照れてもな、ここは横書きになってますな。なってますね。照れるっていうのは、恥ずかしいって思うことです。だから、ミーナ相手に照れても仕方ないな、と思って、そう、さっきの子が好きな人ですって認めたわけです。これの位置も、本当は右から左なんでしょうけど、この場合、好きな人、こっちが上で、こっちが下にありますね。で、でも実はまだほとんど話したことないんだ。勇気がなくて、話しかけられなくて、そう、だから、恥ずかしいと思って話しかけられないんですね。クラスメートなのにって。で、そうするとこのミーナがによーって笑います。この笑い方はなんかちょっと何か悪いことを考えているような顔ですね。実際は悪いことでもないんですけど、にやーとかによーっていう笑い方は、なんか普通のニコニコっていうのと違います。ちょっとなんか企むっていうんですけど、何か悪いことを考えているときに、にやーって笑います。だから、によーはね、あんまりないですね。普通はにやーって笑います。で、任せてみな、任せてみーな。これは任せて、僕に任せてってことですね。で、これぴょーんっていうのは跳ねるときに使います。結構高く跳ねる感じですね。ぴょーんっていうのは。で、それからミーナの何々ミーナ攻撃が始まった。つまり、このミーナを使ったことをいっぱい言ってきたってことですね。話してミーナ。声かけてミーナ。で、はい。じゃあこれはどういう順番で読みますか？ここから始まって、下に行って、こっちに行きます。その後、右、左、右、左。このページでは、このキーホルダーって言うんですけど、キーホルダーって、鍵につけるやつですね。それを拾ったというシーンです。で、さあ、次のページ。これも読み方どういう順番かわかりますか？まず、上からなので、右で上からなので、ここ一つ全部ですね。その後、下に行って右から読んで、左に行って、
右、左。で、ここちょっと難しいんですけど、ここ2段ですね。こっち3段。多分こっちを下まで読んでからこっちに行くのが普通です。で、困ってるのかなって、なんかこの子がうろうろして何か探してるみたい。だから、スって、このスっていうのは、息を吸う時の音です。よく見るとひらがなでスーって書いてあるんですけど、オノマトペだと、スーって息を吸うときに、スーって音を使います。どうしたのって聞いたら、ひゃっ、ひゃっ、びっくりして、ひゃって言ったんですね。実は、お気に入りのキーホルダーをなくしちゃって、大事なものだから、絶対なくしたくなかったのに。でここでじわーって涙が出てきます。涙に使うオノマトペは、だいたいポロか、じわーですね。ポロっていうのは涙が一粒ポロンって転ぼれること。で、あと、ボロボロっていうのもあるんですけど、ボロボロっていうのも涙がもう、ボロ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 、または、ポロ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 、いっぱい出てくるのが、ポロポロ。で、じわーっていうのは、少し表面が水っぽくなってくる感じです。だからポロってこぼれたわけじゃないんですけど、あるじゃないですか。この子泣きそうみたいな時の目がじわーってなる感じ。あれです。そして、ちょうどこのレイジーマンっていうバンドのキーホルダーがないって言ってて、それ僕持ってる。で、盗んだわけじゃなくて、みたいな、ここで言い訳をしています。で、そしたら、ここで辻尾さんが笑ってくれました。なんでゆきくんが謝るの？で、ここでふふって笑ってます。ふふっていう笑い方は、可愛い女の子が笑うとき、みたいな感じです。女の子だけじゃなくて、女の人の笑い方が多いですね。ふふっていうのは、いい感じの笑い方です。で、ゆうきくん面白いって言われて、ここでポケーってしますね。ポケーっていうのは、ぼーっとするっていうことです。ポケッとする。で、このポケーって多分可愛いなと思ってぼーっと見ちゃったんでしょうね。それでここではって気づきます。何かに気づいたとき、はっ。ここのオノマトペ、はっ。で、ここで、鈴代さん、レイジー好きなの？ゆきくんもって言って、ここで、LINE の交換をしたわけですね。で、ここでまたミーナが仲良くなってミーナって言ったんで、LINE のやりとりなどをして、仲良くなっていくシーンが書かれています。で、ここで、映画を見に行かないっていうのを送りました。ポンっていうのが、送る時の音。で、ピコンっていうのが、相手のメッセージが表示される感じが、ちょうどピコンって感じですね。出てくる感じ。ピコン。で、日曜日空いてる？この前話した映画一緒に見に行かないって言ったら、空いてるってきたわけです。で、このやったーって喜んでいますね。やったーっていうのは喜ぶ時の表現です。で、めちゃめちゃ順調じゃない？つまり、すごくうまくいってるってことですね。で、みんなのおかげだよ、つって、ギュッ。ギュッっていうのは手とかを握るとギュッっていうオノマトペです。で、ここでミって潰れました。で、このミに丸っていうのは、普通は、カタカナでもひらがなでも、こういう字はありません。でも、なんだかわからない生命体が出す音としては、なんだかわからない文字が可愛いって思ったんだと思います。で、次のページ。ところで、出かけるってどうしたらいいのかなとか、服って何を着てったらいいかなとか、みんながいろいろ
相談に乗ってくれました。で、そうして迎えた当日。そして迎えた、その映画の日って意味ですね、当日っていうのは。で、ゆうきくん、こういう風に、こういうの、ぶち抜きって言うんですけど、本当はコマが1、2、3、4段に分かれてるのを、こう、全部使って出すのを、ぶち抜きってよく言います。目立たせたい時に使いますね。で、右上にあるので、これが最初に見るもの。で、かわいい。行ってみーな。行ってみなってことですね。で、今日の服めっちゃいいね。と言いました。映画始まるまで時間潰そっか。時間を潰すっていうのは、暇な時間があるから、その時間を何かに使うっていう意味です。で、ミーナと考えた最強のプラン。だから、どこに行くか、わからないと思ったけど、この絵からすると、もしかして、UFO キャッチャー、クレーンでこう、ぬいぐるみを取る、あれをやりに行くのかな、と思いますね。で、そう言ってる時に、こう、ポンってここから、肩からポンって飛び降りたミーナがいますね。で、映画が始まったみたい。始まるね。ひそっていうのは、ひそひそ声ってよく言ったりするんですけど、あとは、ひそひそ話す。こうやって、他の人に聞こえないように、そーっと話すのが、ひそひそひそです。なので、ここでは小さい声で、この女の子が始まるねって言いました。で、そう、映画館は静かにしなきゃいけないですからね。で、この時に、やばい、今日楽しすぎて一瞬だった。これは、楽しくって、一瞬っていうのは、ほんの、その瞬間だけなので、もう、シャッと時間が過ぎた、みたいな感じですね。で、ミーナに感謝って言おうとしたら、あれ？ミーナがいないって気づいたわけです。で、映画は本当に面白かった。でも、ミーナはもういなかった。ここで笑顔なのに、ちょっと寂しいですね。で、ただいまって家に帰ってきて、ミーナって呼んでるんだけど、僕の部屋にも肩にもどこにも。で、突然現れたかと思ったら、消える時も突然なんだから。ちょっと寂しくなってます。ピピピピピ、また、アラームが鳴ってるってわかります。で、ミーナなしで登校するの久しぶりだな。登校っていうのは学校に行くという意味です。で、鈴代さんがおはようって言ってきたんだけど、ここであれ？今までどうやって鈴代さんと話してたんだっけ？いつもミーナが行ってみーなっていうのを待ってたから。どうしよう。自信がない。この子、勇気っていう名前だけど、その自信のない子だったんですよね。あんまり勇気がない感じの子だったんですよね。で、そうこうしてるうちに、なんとなく鈴代さんに話しかけづらくなっちゃった。こう、話しかけるのが難しくなっちゃったってことです。で、ミーナのおかげで忘れてたけど、僕って本当は好きな子に話しかける勇気もないやつなんだった。だんだん暗くなってきてますね。で、どうしようって悩んでるんですけど、でも今日こそは。で、ここでキーンコーンカンコン。このキーンコーンカンコンってきたらもう絶対に日本では学校の鐘の音です。この文字が書いてあったら、あ、学校ってわかります。で、ここでズーンっていうのは落ち込んでる時の音です。あ、音じゃなくてオノマトペですね。ズーンって落ち込むんです。ダメだった。話しかけられなかったってことですね。何やってんだろうってここで、はぁ。はぁはため息のオノマトペですね。で、今日の宿題ない。
つって教室まで戻ってきたときに誰かがもういい出てきます。喧嘩？教室にいるのは鈴代さんだ。どうしよう。でも今僕ができることってあるのかな。ぐすっ、これぐすっていうのはぐすって音出ないけど、泣いてる音です。で、自分にできるかとかそんなのは関係ないと。鈴代さんが泣いてるんだ。みんなならきっとこういう励ましてみーなって。で、ここでビクってするのは驚いた音ですね。ガララララ、ガララっていうのはこうドアを開ける音です。で、開けて、ここでどうしたのってこう聞いて、勇気を出して、ここで目を見てみーな。ミーナはいないけど、目を見てどうしたのって言うんですね。で、まあちょっと事情があって、喧嘩して、この女の子が自分が悪いって言ってるんですね。で、それに対して、ゆうきくんが、そんなことないよ。で、この鈴代さん、この女の子のいいところをいっぱい言います。ここから、始まって右、左、下、右、左。いいところいっぱい言います。で、ここでゆうきくんはいつも必死になってくれるんだね。ありがとう。お礼を言われて、聞こえる気がする。はい。じゃあ、吸うって何の音でしたか？息を吸う時の音です。深呼吸とかの、こう、何か頑張るぞって時に、深呼吸って言って、深く息を吸います。そういう時の音。吸うって。で、好きですと言いました。告白しました。で、最後、ここ、ミーナへって、ここからちょっとミーナへのメッセージになってます。で、何してるかなって。で、僕はあれから、つって、っていうのはちょっと照れたような笑い方です。鈴代さんと付き合えてしまいました。ミーナのおかげ。ちょっとだけね。もし今もどこかにいるなら、誰かの背中を押してるのかな？例えば、これを読んでくれた君とかさ。皆さんですね、私とかね。で、終わり。背中を押すっていうのは、普通に背中を押すって悪い意味もありますけど、こう、何かできないってこう、悩んでる人に、大丈夫だよ、頑張ってって、そういうのも背中を押すって言います。だから、そうやって言ってるのかなって言ってます。で、こっからがちょっと、どんでん返しです。おまけ。場所は変わり、惑星317。この317っていう数字なんですけど、これミーナって読めるんです。1っていですよね。で、7ってな。いいなって、じゃあ3がどうしてミなのかっていうと、昔の日本の数の数え方に、ひ、ふ、み、よ、いつ、む、なな、や、この、とっていう言い方があります。一つ、二つ、三つとか聞いたことありますよね。それは、ひ、ふ、みとかから来てるわけです。だから、3は、ひ、ふ、みなんです。だからこれ惑星ミーナです。で、整列。これは、軍隊みたいな感じですね。しっかり並べってことです。で、個体317報告。これもちょっと軍隊っぽい感じですね。317番、その報告しなさいってことです。そしたら、ここでミーナの報告によると、地球の男の行動を観察したのな。平凡な学生だが、好きな相手がいるようで、最初は全く仲良くなる様子を見せなかったが、だいぶん派手なきっかけをミーナが与えてやったら進展したのな。だいぶかな、だいぶか、だいぶん。で、ミーナがいなくなってもその様子は見られたのな。なるほどな。これ、なんかこう、この星の
人たちがこういう変な話し方をしてるっていうのを表してますね。この最後のこのでとかなとか。で、これ報告ご苦労。この人偉そうですね。なんか勲章みたいのがついてます。で、我らが地球人の行動を観察し、介入するようになって数十年。奴らの行動パターンもおおよそつかめてきた。つまり、地球人がどういう行動をするかがだいぶ分かってきたって意味です。で、ニコって、これは笑顔ですね。地球侵略の日も近いな、なーって言ってます。侵略っていうのは、攻めてって自分たちのものにしてしまうことです。だからこの惑星ミーナの、このミーナたちは、地球を侵略しようとしていたというのがこのお話のオチでした。おしまいです。はい、いかがでしたでしょうか。こんな感じで、漫画は読んでいきます。こういうね、オノマトペが本当にどんな漫画もたくさん出てくるんです。普通は。だから、よかったらぜひ読んでみてください。最初に紹介したような、漫画のジャンルはコミックエッセイと言います。なので、例えば猫が好きだったら、コミックエッセイ猫とかで検索すると出てきます。で、あと、例えば子供を育てることを子育てって言うんですけど、コミックエッセイ子育てとかすると、子供との生活の漫画とかもあります。本当にいろんな漫画があって、例えば病気その病気になってしまったことをもう漫画になってたりもするし、鬱になったとかもあるし、あと刑務所に入ったことを、刑務所での生活を漫画にしてるものとか、もう本当にいろんなジャンルがあるので、よかったら、読んでみてください。はい。じゃあ、今日の動画は以上です。ロペスさん、スーパーサンクスをありがとうございました。日本語苦手なんて言わないで、頑張ってください。苦手の反対は得意です。だから、日本語得意なロペスですって思うようにして頑張ってください。はい。そうだ、最後になりますが、メンバーシップを始めました。メンバーシップのに入ってもらうと、毎週5分ぐらいの短いポッドキャストを聞くことができます。1本目は、みんなが聞けるようにしておきます。で、2本目以降、メンバーになってくださった方が聞けるようなものになると思います。いろんな日常のこととか、あとやっぱり、あまり言いにくいこととか、みんなに聞かせるわけにはいかないな、みたいなこととかを、クローズドな場所だったら言えるみたいなことも言っていくかもしれません。でも基本は、だいたい、日々のこととか、ちょっとしたことです。あと、皆さんからリクエストはいつでもお待ちしています。よかったら、ぜひ参加してくださると嬉しいです。こういうポッドキャスト運営が安定すると思うので、本当にもし参加してくれたら助かります。はい。では今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。またねー。